さて、私ね、パワーマッキントッシュ G3 を、高校生ぐらいの頃に、バイトしてたレコーディングスタジオで触って以来、ほんともうずーっと生粋の Apple ユーザーで、数えてみたらね、Mac 歴でもう22年、iPhone 歴で14年、iPad 歴で12年にもなるんですね。正直、ここ数年、Apple 製品には、目新しさがないなって思う一方で、その最大のライバルであろう、Galaxy は、もうすでにね、4世代目の折りたたみスマートフォンをもう市場に投入してるわけなんですよ。で、今回、Galaxy さんから、借りて初めてね、ここ数週間、折りたたみスマートフォンのこの Z Fold 4を買ってみたんですけど、これはね、もう完全に次のステージに行っちゃってるなと思いましたね。そこでね、今日は長年の iPhone、iPad ユーザーである僕が、このね、Galaxy Z Fold 4を使ってみて、良かったところ、悪かったところっていうのを皆さんにね、お伝えしていければなというふうに、思います。まずね、ちょっとね、みんなに聞きたいんですけど、iPad を買ったことある人で、買ってみたものの、意外と思ったより使わなかったなってことないですか？で、僕もいつも買い替えるときに、あれもできるな、これもできるな、これもできるな、だからよし買おうっつって買うんですけど、意外とiPhone でもうやっちゃってるなんてこと多くないですか？決してスペックが低いとか、使いづらいとかって話じゃなくて、単純に持ち歩かないんですよ。で、僕ね、ちょっと前にカメラバッグ買ったんですよ。これ。はい。オブジェクト IO っていうブランドのね、カメラバッグなんですけど、可愛くないですか？日常使いにすごい良さそうだな、このコンパクトさと思って買ったんですけど、これがこのね、iPad mini 入ると思ってたら、入んないんですよ。閉まんないんですよ。買う前に確認しろって話かもしれないんですけど、いや、カメラバッグって言ったら、iPad mini ぐらいだったら入ると思うじゃないですか。じゃあ、サイズ測ってないですけど、この Z Fold 4、入るかどうか実験してみましょうか。入りますよ。なんで、この Apple の一番ちっちゃいタブレットの iPad mini であっても、意外と携帯性悪いんですよ。で、それはね、やっぱね、使いたい時に手元になけりゃ、そりゃ使う機会も減りますよ。分かっちゃいたんですけど、やっぱり Z Fold 4の最大の魅力っていうのは、この大きなディスプレイを非常にコンパクトに持ち運べるってことなんですよ。余裕で、当然ポッケにも入るんですけど、iPad mini がこのポッケに入るかっていうと、こうですよ。このね、折りたためるギミックっていうことによって、その携帯性が高いのは分かったんだけど、実際に使ってみるとどうなのっていう話なんですけど、まずね、この閉じた状態での使用感なんですけど、6.2 インチのカバーディスプレイは、120Hz で駆動しているので非常に滑らかです。折りたたんでる分、厚みはあるんですけど、ただ横幅が狭いんで、むしろね、ホールド感っていうのは iPhone よりもいい気がします。で、縦に長くて幅が狭いと、コンテンツを表示するときに見づらいかなと思ったんですけど、ウェブブラウジングするのも、テキストメッセージをやり取りするのも、写真を撮るのも、全然これで何の問題もないです。文字の入力は、日本語レイアウトだとまだいいんですけど、US キーに変えると、ちょっとね、密度が、すごくてね、打ちづらいなとは正直思います。で、次に、このね、開いた状態。このね、7.6 インチのもう広いディスプレイ。これデメリットあります？で、iPhone でやってた何と比べてもこっちの広い画面の方が正直やりやすいんですよ。ただし iPad とか、その他の、折りたたみじゃない、ディスプレイと比べると、やっぱこれどうしても折りたためるディスプレイなんで、その折り目っていうのがこの画面の真ん中にあるんですけど、これがね、最初のうちはやっぱりちょっと気になるんですよ。特にね、ライトの下で横斜めから見たりすると、やっぱちょっとどうしてもね、見えるんですよね、この折り目が。ただ、正面から見てる限りはほとんど気にならないです。動画を例えば全画面で見てる時に、この折り目っていうのがずーっと見えてて、すげえ気が散るなとか、そういうことがあるかっていうと、そういうのは全然ないです。この折り目が一番気になるのは、やっぱり触った時ですね。画面をこうやってスクロールする時とかには、ちょっとね、指に引っかかりというか、へこんでるなっていう感じは正直はあります。で、一番ね、このクリエイティブ系の作業で感動したのが、やっぱ写真編集。僕ね、iPhone で空き時間でこれまで写真をちょっと編集することが多かったんですよ。このね、Z Fold 4はめちゃくちゃ写真編集がやりやすい。これ見たらね、わかりますよね。こんだけ写真を大きく見ながら編集できるんですよ。
これ iPhone と比べるとこの差は歴然ですよ。さらにね、これ縦写真。iPhone の方だと、わかります？ここ。被ってますよね、写真に。これだとね、やっぱりね、一部写真が見えないんで、調整すごいしづらいんですよ。これはね、すごい感動した。で、やっぱね、みんなね、スマホで動画めちゃくちゃ見ると思うんですけど、この大画面だったら一体どんだけ大迫力で見れるんだろうと、思いきや、意外と動画に関して言うと、やっぱりね、この正方形に近い画面比率があだとなって、そこまで正直、大きく見えなかったっていうのがね、率直な感想でした。もちろん iPhone 14 Pro よりは、大きく表示できるんですけど、この画面サイズの違いからしてみれば、ちょっと一回り大きくなったくらいかなっていう感じでした。ただね、動画をながら見したい時なんかは、すごく良くて、一つは画面分割が Android だとできるんで、左側に YouTube で右側に例えば Twitter とか、そんな感じで、結構ね、こう分割した時に大きく動画を表示させて、iPhone とかの動画をこう画面上にこう右上とかこう左下とかにこうフローティングさせておけるじゃないですか。あれよりも圧倒的にやっぱ見やすいですね。フローティングの場合は何か見てるコンテンツの上にかぶさってきちゃうんで結構見づらいんですよ。あとはね、この折りたたみを活かしてこんな感じでデスク上に置いて、見やすい角度でこう動画見るみたいな。パソコン作業をしながら横に置いといたりだとか、あとはね、最近寒いじゃないですか。なんで長湯したい時にこう風呂場でこう動画見るなんて時にはこうずっと手で持ってなくていいので、そういった時にもね非常に使いやすいなとは思います。僕ね漫画めちゃくちゃ読むんですけど、スマートフォンで漫画読んでる時ってやっぱねこう、読めるんですよ。読めるんですけど見開きが出てきた時にすごい腹立ちません？だいたい見開きってすげえいいシーンじゃないですか。それがこうちゃんとね見えないっていうのがねなんかすごく嫌だったんですけど、このね Z Fold 4ほんとね漫画デバイスとして最高なんですよ。あとね軽いっていうのもめちゃくちゃメリット。漫画とかってドハマりするとほんとね一日中とか読んじゃうじゃないですか。そういった時にこう腕が全然疲れなくて片手でこうやってずっと読んどけますね。で今ねちょうどねこの間まで読んでた漫画を全部読み尽くしちゃったんで、なんかもし皆さんおすすめあればコメント欄でねぜひ教えてください。でその他ねエンタメで言うとやっぱりゲームかなって思うんですけど、僕はね結構ゲームはスマートフォンっていうよりもコンソール派なんで、正直そこまでこうスマホゲームって今までやってこなかったんですけど、でも今回せっかくなんでいくつかやってみたんですけど、動画と違ってゲームだったらこの広い画面をやっぱり活かしきれてるっていう感じがあるのと、ゲームコントローラーを使わなければずっとこう親指が画面にかかってると思うんですけど、これもねやっぱそのゲームプレイを邪魔しないのでいいですね。やっぱりね大画面はこう迫力があって没入感もあるんで、なんか結構ド派手なゲームとかいいんじゃないですかね。であとねやっぱり iPhone ではそもそもできないことっていうと、さっきもちょろっと出たその画面分割のマルチタスクなんですけど、これがすごい便利なんですよ。それこそ僕なんか仕事で YouTube の動画で何かの製品レビューとかをするときに、台本ってはほどじゃないんですけど、でも大枠のざっくりとしたこう流れみたいなのをこう全部書き出すんですよ。でその時に画面半分をその製品のホームページなんかのなんかこうスペック表とかを表示させながら、ちゃんとねこう間違わないようにとか、 iPhone だとすごくこうマルチタスクっていうのはこう行ったり来たりしなきゃできないんですけど、これはやっぱりね一つの画面で複数の画面分割だと最大3つまでで、ポップアップだと5個まで表示できるんですよ。そこまでやる人はなかなかいないとは思うんですけど、でもやっぱりねマルチタスクっていう意味では圧倒的にやりやすいです。で最後にねちょっとカメラ系にも触れておくと、まずねインカメはこれねディスプレイの下にあるんですよ。すごくないですか？なのでコンテンツ視聴の邪魔にならないっていうのがこれはまずめちゃくちゃいいんですよ。 iPhone 14 Pro はちょっとノッチがちっちゃくなったとはいえ、ダイナミックアイランドっていう少しねこうなんかこうギミックを加えてごまかしてる感はあるんですけど、やっぱりねない方がいいっちゃいいですよね。ただこのインカメの画質はっていうと、このディスプレイの下にあるせいかなんかねこうちょっとぼやっとするんですよ。正直ね画質っていう意味で言うとあまりよろしくないかなっていう気はします。でこのね背面に隠れるっていうのはすごいいいんで、ここに関してはねちょっと今後に期待かなというふうに思いました。
で、背面にあるね、3つのカメラはというと、これはね、フラグシップ機並みのね、スペックを誇ってます。メインカメラなんかはね、5000万画素あるんで、これ非常に高画質なね、撮影をすることができるんですけれども、iPhone との比較みたいなところで言うと、Z Fold 4の方がより鮮やかで、このまんま SNS にアップするんだったらこっちの方がいいな。はい、というわけで今日はこの Galaxy Z Fold 4と iPhone、iPad を比較してきたんですけれども、最後にまとめると、本当にね、この1台は、乗り換えを僕も検討しようかっていうぐらい良かったです。で、僕が長年使ってきた iPhone でできて、この Z Fold 4でできないっていうことは、今回ほとんどなかったですし、その iPhone でよくやる作業っていうのも、やっぱり広い画面を活かして圧倒的にやりやすかったんですよ。で、一つね、iPhone で僕がよく使う機能で、これはさすがに Galaxy でできないだろうなと思ってたのが、AirDrop っていう機能。今回この Galaxy Fold 4で撮った写真とか動画を、Mac の方にどうやってね、送ろうかなと思った時に、そのね、クイック共有っていう機能があって、これさえあれば、もうなんか iPhone とか Android とかも関係なく、どんな端末にも QR コードとか、リンクとかでね、クラウド経由で送れるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですね。で、AirDrop だと iPhone 同士でしかできないんですけど、このクイック共有機能だったら、それこそスマートフォンに限らず、パソコンとかでもね、使えるので、これがね、無料で使えるっていうのはすごいですね。で、やっぱりね、大きい画面こそ正義かなとは思うんですけど、でも通常のタブレットとかだと、その大きければ大きくなるほど、持ち運び、携帯性が悪くなるんですけど、そこをこのね、折りたためっていう機能で、うまくこう解決してくれてるっていうのが、この Z Fold 4のもう本当に一番いいところかなと思います。最初はね、やっぱりね、iOS と Android っていうことで、その、OS の違いによるね、なんかこう操作体系の違いに少し戸惑うところはあったんですけど、もしね、Android を触ったことがないっていう iPhone ユーザーの方で、試してみたいなっていうことであれば、今ね、この画面上に表示されてる QR コードを読み取ってもらうか、あとは概要欄の方にね、あるリンクの方から、ブラウザー上からこの Galaxy が、どういうこんな感じなのかなっていうのを、試せるね、専用サイトがあるので、ぜひね、そちらの方もチェックしてもらえればなと思います。はい、というわけでね、本日の動画は以上になります。この Galaxy Z Fold 4、気になってたっていう方にのね、参考になればいいかなと思います。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ピース。